こんにちは、こんばんは。ようこそタットチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、もうお分かりの通り、ジェミニーからの乗り換えは F54 前期クラブマンクーパー SD です。四駆じゃないんですよね。なぜクラブマンなのかは1にスタイリングに惚れました。このとぼけた顔つきとダックスフンドのような形、かわいい。色はうな丼さんと同じカラーリングでピュアバーガンディです。2つ目、荷物がたくさん載せられる。160サイズの段ボールが4つは余裕で乗ります。これはかなりアドバンテージあるんですよね。3つ目の理由は走行性能です。低い着座位置とどっしりとした走行性は見た目とは全く違い、すごく安定してます。そこはやっぱり BMW っていうところなんでしょうか。しかしハンドリングは抜群で、重捨てかと思うレベルの操舵感。ミニって世界一のハンドルの取り付けがシビアって言われてるのが分かります。クイックに曲がる感じはゴーカートフィーリングそのもの。 FF の概念が変わりました。燃費も恐ろしく良くて、軽油で下道17キロくらいは走ってくれます。さすがにこのレベルのワインディングを走るとなるとオートマではきついですが、 GR ヤリスにもそれなりについていけます。FF のライン取りがわからないので今後慣れていかなければですが、車はディーゼルなのでアクセルレスポンスは悪いですが、強大なトルクでぐんぐん加速してくれます。4つ目の理由、シートのカラーリングがロボタスカラーだったのが運命を感じました。セブンと並べてもかっこいいですしね。今回購入したのはカーセンサーで一番安い個体だったんですが、何台か試乗しに行ってフィーリングがあったのでこれに決めました。大阪府和泉市のケーズファクトリーさんで購入させていただきました。購入時8万3000キロとなかなかの仮走行車です。この撮影時にウインカーに水が溜まっていたのを発見し、報告したらすぐに部品を無償で送ってくれました。ありがとうございます。カーセンサー保証に入りたかったのですが、私のプランマンは2016年製で販売から7年までの縛りがあるので入れませんでした。そこは少し不安がある点です。これからはスーパーセブンとミニクラブマンの体制で動画を作成していきます。丸めの車が2台並んで5万円です。スーパーセブンとともにこのミニクラブマンもいろいろ経過を報告していこうと思います。
も非常に楽しい車でしたが、このいいクラブマンとの付き合い方も見守っていただけると幸いです。GR ヤリスどっか行っちゃいました。タットチャンネルは車バカな私が大好きな車に乗って西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、キャンプ場情報を金曜日に配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこに行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンもポチッとお願いいたします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。